駅には折り返しやすい駅と折り返しにくい駅の2種類があることはご存知ですか？こんにちは、ガトモです。この動画はマップ内で折り返し運転をする際に事故を起こしてしまうというビギナー社長に向けてインフラ面での考え方をお伝えします。折り返し運転を成功させるためには2つの要素が重要です。それは配線と運行計画です。配線とは線路が何本あるか、線路同士がどこでどうつながるかといった線路の配置のことです。この配線と運行計画は切っても切り離せない関係にあります。折り返しに適した配線があれば運行計画の自由度は上がりますし、逆に折り返しに適さない配線であれば運行計画にしわ寄せがいきます。運行計画を楽にするためにも折り返しやすい配線を覚えておきましょう。余談ですが、背景映像は奈良にある大和西大寺駅の再現です。個人的には配線がカオスで好きな駅ですが、このような駅は運行計画も難しいのでおすすめしません。一口に折り返しといっても途中で折り返すパターンと終端駅で折り返すパターンがあります。まずは途中で折り返す際に有効な配線を紹介します。こちらは駅の中間に折り返し用のホームを用意するタイプ。このような駅にある折り返し用の線路を中線と呼びます。中線があることで同時運転を行う列車と折り返し列車でホームを分けられます。折り返し列車は時間調整のためにしばらく停車することもあるため、本線を邪魔しないこの形は運行計画に余裕を持たせてくれます。もう一つは引き上げ線を用いるやり方です。こちらは駅では折り返さずにその先の線路で折り返します。このような折り返し用の線路のことを引き上げ線と言います。引き上げ線のメリットは駅の占有時間が短くて済む点です。また駅のサイズが小さく済むため駅の拡張が難しい場合でも採用できます。その代わりに引き上げ専用地を別途確保する必要があります。また引き上げ線には信号場を併設することをお勧めします。というか A 列車で行こうでは信号場をなくして引き上げ線はあまり機能しません。このゲームでは駅や信号場や車庫で発車時刻を調整できます。なので信号場を設置しておくと引き上げ線で時間調整できるようになります。また中線と引き上げ線の合わせ技というのもあります。この形は中線でも引き上げ線でも折り返せるため柔軟な運行計画を組めます。高頻度で折り返す予定であればこの形にしておいて間違いないでしょう。ここまで途中で折り返す際のおすすめ配線を3つ紹介しました。気になったものがあれば使ってみてくださいね。次に終端駅の配線を見ていきましょう。終端駅では途中駅における折り返しよりも難しくなります。その理由は列車が必ず折り返すため発着競合が起きやすくなるからです。発着競合とは何なのか実際に見た方が早いためこちらをご覧ください。左から来た列車が下に入ろうとしていますが、出発した列車と競合してしまって待たされてしまいました。このように配線の都合で出発と到着を同時に行えない組み合わせがあります。これを発着競合と言います。運行本数の少ない路線であれば多少配線が悪くても問題にはなりませんが、運行本数が多くなると配線の悪さがボトルネックになり輸送力を上げられなくなります。よって発着競合しにくい配線にすることが終端駅においては重要になります。では具体的にどのような配線が発着競合しにくいのでしょうか。駅の規模ごとに見ていきましょう。まずは2線の駅ですが、この形が2線の駅の中ではシンプルで発着競合が少ない形なのです。映像では頻繁に発着競合していますが、運行計画で緩和することができます。例えばこのシーンですが、全ての番線が空いてる状態です。このような場合は下側に入線させ、次に来た列車は上側に入線させるといいでしょう。次は3線の駅。この場合の発着競合はこんな感じになります。4線のおすすめ配線はこちら。これまでと比べると難しい配線に見えますが、到着する列車がどこを塞ぐのかを意識すると競合するパターンが見えてきます。このように終端駅の規模が大きくなればなるほど発着競合の組み合わせは複雑化します。
複雑になると運行計画でミスしやすくなるため、むやみに駅を大きくすることはお勧めしません。だいたい4線までを目安にすると良いと思います。とはいえ、特急などをバンバン走らせる過密ダイヤにしたいから4線じゃ足りないという人もいると思います。そのような場合でも発着競合を少なくする方法があります。これまで紹介してきた発着競合は平面で交差することで起こります。つまり立体的に交差すれば勝ち合わなくなります。画面に映しているのは地上ホームとは別に地下ホームを作成して発着競合を減らす方法です。実際にこの方式は小田急小田原線の新宿駅などで採用されています。A 列車で再現するためには地上駅と地下駅を組み合わせると良いでしょう。また駅を2層にしたくない場合は線路を立体的に交差させる方法があります。当然ながら立体交差は平面交差よりも費用がかかります。どちらを採用するかはお財布と相談しながら決めてくださいね。今回は折り返し運転をしやすくするための配線について解説しました。紹介した配線は全体のごく一部だけです。現実には土地の問題で理想的な配線にできなかったりと様々な事例があります。配線のおすすめの書籍とより詳細な解説動画を説明欄に記載しますので、もっと知ってみたいと思った方はぜひご覧ください。次回は配線と対をなす運行計画を中心に説明していきます。他にも知りたいことがありましたらコメント欄にてお知らせください。今後の参考にさせていただきます。それでは A 列車で行こうで自分だけの運行計画を楽しみましょう。Have a nice day, train!